皆さんこんにちは。イラストレーターのミミです。今回はリアルより厚塗りイラストのすすめ顔編の第2弾としてウルチューリップの描き方を解説します。それでは早速スタート。まずはざっくりと形をとっていきます。形取りで気をつけるポイントは、上唇に1つ、下唇に2つ玉が入るイメージで描くこと。唇の正中線の膨らみをなんとなくイメージしておくこと。隙間が空いているところとくっついているところを描き分けることです。形が取れたらベースの陰影から作っていきます。肌のレイヤーに定山レイヤーをクリッピングして影になるところを塗っていきます。選択しているカラーは肌のベースカラーと同じ色です。定山レイヤーなので自然と影色になってくれます。ある程度立体が見えてきたらレイヤーを結合して新しく通常レイヤーを作り、リップの色味を塗っていきます。ここで大体の仕上がりイメージを決めて色味を選びましょう。できたら今塗った色よりも少し濃くて暗い色をリップの内側に塗っていきます。ついでに形取りで描いた線も少しはっきりさせておくといいと思います。大体の色味が決まったら、それに合わせて最初に描いた線をなじませます。新規レイヤーを線のレイヤーにクリッピングして、周りの色をスポイトしながら塗ってあげるだけです。こうして色を塗ってみると立体が見えてきて、最初の形取りの時とイメージがずれることがあるので、歪み機能を使ったり削ったり書き足したりして全体の形を整えていきます。ちなみにマットリップにしたいときはこの段階をうまく使って仕上げれば可愛くできると思います。満足いくまで整えたら、最初に意識した3つの玉がぷっくり出るように、逆にそれ以外はへこむように意識しながら、さらに立体感を出す作業をします。定山レイヤーでへこみ部分に影色を追加して、指先ツールでなじませます。ぷっくりさせたい3つの玉は追加モードのレイヤーでちょんちょんちょんと入れて指先ツールでなじませます。これでだいぶ立体感が出ましたね。ここから少し今っぽくヌーディーな感じにするためにリップに肌色を溶かしていきます。溶かす部分は口の端っこや上唇の反射光が当たりそうな部分です。これをやってあげると唇が一気に柔らかくなります。水彩系のブラシで肌色をのせて指先ツールで溶かし込みます。ここでハイライトを入れてウルチュルにしていきます。ハイライトは細かくちょんちょん入れると水光感のあるウルチュルリップになってくれます。もう少しグラデーションリップっぽくしたかったので周りをじゅわっとなじませました。ハイライトがチュルッと目立つようにノイズになってしまいそうなところはなじませておきます。
ここから水彩境界という縁が出るブラシを使ってグロスっぽい照り感を追加していきます。個人的にこれをやるとかなりウルチュルになると感じています。縁はある程度残しながら目立ちすぎるところはなじませて自然に見えるように調整します。絵柄に合わせてキラッと目立つハイライトを一粒追加すると可愛いです。最後の仕上げに唇と肌の境目を指先ツールで滑らかにしたらミミ流ウルチュルリップの完成です。来週はリアルより厚塗りイラストのすすめ顔編の第3弾としてチュルチュルで透明感のある目の描き方を基本から丁寧に解説します。よかったらチャンネル登録、通知をオンにして楽しみに待っていてください。質問やご感想があればぜひコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。